こんにちは、アンゴラです。暗号資産を金融商品取引法で規制する改正案が閣議決定しました。先月3月31日に暗号資産の分離課税導入を含む改正所得税法が成立。そして4月10日に改正金商法案が閣議決定されたことで、暗号資産の税率 20% と日本初のビットコイン ETF 実現に向けてまた一歩前進しました。そこでこの動画では改正案の中身を分析し、今後の暗号資産市場はどう変化するのかを予想します。タイトルは、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案。説明資料。金融商品取引法、略して金商法は、株や債券、投資信託、先物などの金融商品について、詐欺や不正を防ぎ、投資家を守るためのルールを定めた法律です。投資の世界では、新しい金融商品や取引の仕組みが次々と生まれたり、詐欺や不正の手口が変わったりするので、それに合わせてルールを見直す必要があり、金商法は毎年のように改正されています。今年の金商法の改正案は4つの柱で構成されていて、1つの柱がこれです。暗号資産にかかる規制の見直し。暗号資産取引にかかる規制を資金決済法から金商法に移管。図を見るとわかるように、現在の暗号資産はプリペイドカードと同じ支払い手段として資金決済法のルールで管理されていますが、暗号資産が投資対象になっている実態に合わせて利用者保護の充実を図るために、これからは金商法の下でより投資商品に近いルールで管理しようという改正案です。これによって暗号資産は晴れて金融商品の仲間入りをします。いよいよ暗号資産が国に認められた投資商品になります。ただし、金商法への移管は国が暗号資産を投資商品としてお墨付きを与える意図がなく、暗号資産は株や債券などの有価証券とは別の金融商品と位置づけられ、性質に合わせた規制を適用していくというスタンスです。これは規制見直しの概要です。暗号資産の規制を見直す理由は、大きく分けて市場の拡大と相次ぐトラブルへの対処の2点です。現在国内の暗号資産取引所の口座数は1400万を超え、保有率は FX や社債を上回るほど普及しており、個人投資家だけでなく機関投資家の投資意欲も高まっています。一方で金融庁には詐欺的な投資勧誘の相談が多く、投資セミナーやオンラインサロンで詐欺的行為が行われたり、ホワイトペーパーの虚偽記載、ハッキングで暗号資産が流出、インサイダー取引をしている人がいるといった課題があります。そこで今回の改正では、これらを一掃するために無登録業者への罰則を大幅に強化し、関連業者やプロジェクトに対する規制を厳格化することで、誰もが安心して投資できる環境を整えることを目指しています。これは情報公表規制のページです。各暗号資産には投資家の判断に必要な情報を公表する義務が課されます。情報を公表する責任者は暗号資産の性質によって異なります。発行者がいる暗号資産、例えば IEO で販売したトークンは発行者が情報を公表し、発行者がいない暗号資産、例えばビットコインや資金調達をしていないものは、それを取り扱う暗号資産交換業者が情報を公表する義務を負います。一度公表して終わりではなく、重要な出来事が起きた際の臨時情報や年1回の定期情報も義務付けられます。もし嘘の情報を公表した場合には、10年以下の拘禁刑、または1000万円以下の罰金。さらに課徴金、民事上の損害賠償責任、証券監視委員会の調査など、有価証券並みの厳しいペナルティが課されます。その他、IEO などのトークン販売には、投資家1人当たりの投資上限が設けられます。具体的には、
50万円を超える場合には収入または純資産の 5% まで、上限は200万円。例えば純資産が2000万円の投資家は100万円までしか投資できないという計算になります。ただし機関投資家などのプロ投資家は上限なしです。これは業規制のページです。業者の呼び方は暗号資産交換業者から暗号資産取引業者に変わり、証券会社などと同等の厳しい管理体制が求められます。重要なポイントをいくつか挙げると、今までの顧客資産を保護するための分別管理やコールドウォレット管理に加えて、万が一の流出に備えた保証原資として責任準備金を積み立てることが義務付けられます。次に暗号資産の貸し借りも規制の対象になります。現在は暗号資産交換業者でなくても暗号資産レンディングサービスを提供でき、海外運用で年利 10% 台の小利回りを実現している企業もありますが、今後はこうした小利回りモデルは継続困難になる可能性があります。次に無登録で暗号資産取引をした場合の罰則が厳格化し、これまでの拘禁刑3年以下から拘禁刑10年以下に大幅に引き上げられることになりました。そのため、ミームコインを発行、宣伝して不特定多数に売るような行為をすれば、人生を棒に振るレベルの対応リスクを背負うことになります。また、ステマ規制も導入され、対価を受け取って特定の暗号資産を推奨する際は、必ずその旨を明示しなければならなくなります。これは不公正取引規制のページです。今までの暗号資産には未公開情報を知って先回り売買する行為を直接禁止するルールがありませんでしたが、今回インサイダー取引規制が新設され、国内取引業者で扱われる銘柄について関係者が重要事実の公表前に売買することが明確に犯罪となります。以上が今回の改正案の重要ポイントです。以上を参考に改正禁止法によって暗号資産市場がどう変化するのかを予想します。改正禁止法によって国内取引所が扱う暗号資産の情報の質が向上し、ステマやインサイダーが排除されることで利用者保護は劇的に強化されます。そして改正所得税法によって暗号資産の分離課税 20% は国内取引所での取引のみに適用されます。そのため、日本の投資家が国内取引所に上場している暗号資産をメインの投資対象とする流れは今後さらに強まっていくと考えられます。短期的には参入障壁とコストの増大によって取引所に新しいコインが上場しづらくなり、盛り上がりは一時的に衰退するかもしれません。しかし、市場の質が向上することで、これまで暗号資産を敬遠してきた証券投資家、機関投資家、富裕層の巨大マネーが流入しやすくなります。よって長期的な視点では Web3 全体が活発化するかどうかとは別に暗号資産取引所を中心とした売買市場は主要コインを中心に成熟した金融市場として成長していくと予想します。ご視聴ありがとうございました。今後も皆さんの投資判断に役立つ暗号資産の深掘り解説をお届けしていきます。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。